ういっす。わかるやっぱり。疲れてるのわかる。うん。なんかね、昨日っていうか一昨日ぐらいからずっとパスワードの整理をしていて、で、ようやくそれが一段落ついた。まだ終わってないんですけど、一昨日ぐらいから作業し始めて、昨日結構2、3時間やって、で、今日もまた3時間ぐらい作業して、ようやく一段落ついたって感じです。で、ちょっとセキュリティ関連の強化をしようと思って、なんか4月ぐらいにさ、自分はその SNS のアカウントをほぼ削除して、で、もうインスタグラムだけにしてるんですけど、そちらフォローお願いしますね、皆さんね。で、そのセキュリティ関係がちょっとね、見直してみようと思ったんですよ。で、それがね、ここ最近、やっぱり結構漏洩リスクとか、そのフィッシング系の、なんか詐欺みたいなものとか増えてるじゃないですか。で、かつ、そのデバイスとかアプリケーションとかが増えまくって、ね、iPhone で PC やって、で、iPad とかね、僕は持ってないですけど、で、いろんなデバイスでこう操作しながらとか、で、ものすごく煩雑になってると思ったんですよ。パスワードの管理がとにかく。で、僕が調べてみたら、280個ぐらい、そのアカウントを自分で持ってたんですよね。で、それを、ようやくね、120個ぐらいまで、だから半分以上を、そのアカウントを削除して、で、パスワードも全部削除しました。でさ、これ昔からMacBook を、とか Apple 製品を使い始めてから、やっぱそういうのがゴミみたいに溜まっていたんですよね。で、そこまでは自分は意識が回ってなくて、なんとなくほら、サービスとかお店とか、その時その時でログインできて、自分の用を済ませられればいいっていう感じになっていたんですよ。だからやっぱどうしても適当になるっていうか、とにかくログインできればいいやっていうか、そういう感じでやっていたものが、もう何十年の、だから、結構初めて本格的に、ここまでパスワードっていうかアカウント断捨離みたいなことをやったかもしれないですね。だからMacBook 使い始めて、もう僕もう18とか19ぐらいから、19歳ぐらいの頃からずっと Mac 使ってるんで、もちろんWindows の頃からもね、そういうものってありましたけど、で、途中からほら、サファリとか、Chrome とか、Firefox とか、そういうブラウザに、アカウントっていうかパスワードを自動保存できるようになってから、そのパスワードをもう覚えなくて良くなったじゃないですか。で、これもまたちょっと難しいところで、で、そのブラウザをね、一つだけ使っていれば、もうそこに保存したものをうまくね、使っていけばいいってことになるんですけど、例えばサファリ使って、Firefox 使ってとか、Chrome 使ってとか、Brave っていうブラウザ使ったりとか、なんかそういう風にやってると、そのブラウザごとにパスワードを保存して、で、さらに、Apple のね、純正のほら、最近出てきたパスワーズっていうね、アプリが出ましたけど、そのキーチェーンみたいなものに保存してってなると、もうなんかすごい、とっちらかっている。ね、二重になってて、で、全然間違えてて、パスワードが、ログインできないみたいなことって誰にでも多分経験あると思うんですけど、で、多分皆さんもありますよね。もういくらやってもログインできないから結局毎回、新しいパスワードを作成し直すみたいな。なんかそれがね、本当にそういうのに時間を取られているなと思って、で、今後ますます、なんかそこに時間を取られることが増えるんじゃないかなって思ったんですよ。で、それはそういうやっぱフィッシング詐欺とか、いろいろアカウント乗っ取りとか、なんかそういうのが増えている。だからこれだけ便利にはなってるけど、結局リスクみたいなものは増えていて、で、それに対応するっていうのかな、対策するみたいな時間がかかっているっていう感じですよね。で、最近は、生体認証っていうのが
だんだん浸透してきて、高まってきて、で、Google なんかはもうほぼね、そのパスワードを保存しない、もう生体認証だけで、いくっていうことを言ってたりして、で、どんどんそういう世界にはなってはいるんですけど、でもやっぱり結局そのサービスを作る側とか、そのお店とかインフラのね、インフラが追いつかないっていうところで、結局そのアカウント名とパスワードの入力を求められるっていうのは、しばらくっていうか、続くんじゃないかなって思ってるんですよね。だからそういうパスキーみたいな生体認証でできるようになるのは一部のね、結構ビッグテックというかメジャーなとこだけで、でも結局それを作るインフラみたいなのが発達すれば、それが浸透していくんでしょうけど、とにかく煩雑でね、で、それをね、もう本当に大変だなって思って。で、今のうちにその自分のアカウントを整理しようと思って、整理してたわけです。なんかね、でもやっぱり改めて見てみると、もう全部ほとんど振り返ったんですよ。なんか最初はその、重複しているアカウントとか、セキュリティが弱いパスワードのものを、だけを優先的に変更したりとか、アカウント削除をし始めたんですけど、だんだんやってると、これもうね、全部、ちょっと一回見ようと思って、そしたら、なんか、ほとんど、自分がその登録したかもわかんない、覚えていないんですよ。そのお店とか、なんか多分買い物したりとかしてるんでしょうね。で、いつ買ったかなみたいなお店が出てきたりとか、あと結構面白かったのが、サービスが終了してるサイトがたくさんありました。例えばなんか引っ越しとかそういう物件探しのポータルサイトみたいなとこだったりとか、なんかね、調べたら2019年にサービスは終了しましたとかって出てるんですよ。あとは自分が恋にしてたっていうか、よく使っていた印刷会社が潰れていたりとかね。なんかそういう、結局そのアカウントとかパスワードとかを保存しているけど、一回しか使っていなくて、で、それがもうそのサービスが終了しているってね。これがね、結構ありました。だから280ぐらいそういうアカウントを持ってて、もういろいろですよ。本当にお店からサービスから、すべてのアカウント。で、調べたらやっぱり潰れたりとかね。で、自分で登録したのも覚えてなかったりとか、で、そういうのが、やっぱね、隠れてたんですよね。だから今はそれも120個ぐらいにして、結構ちょっとスッキリした気分です。なんか断捨離、デジタル断捨離を一歩前に進められたなっていう感じが今してるんですけど、でも疲れたね。結構、そういう数字とにらめっこしながら。で、今度はその減らすだけじゃダメで、次のステップとしては、自分のそのパスワードとかアカウントの管理のワークフローみたいなものを構築するっていう段階に入っています。で、これちょっとセキュリティ関係なんで、詳しくは話せないんですけど、ここでは。でもいろんな多分戦略があると思うんですよね。その使っているデバイスとか、あとはその経済圏とか、例えばその Google 経済圏とか Apple 経済圏みたいなものがありますけど、で、そういうものでね、どこに集約させるのかとか、あるいはその分散させるのかとか、で、もちろんその古い技術を使ったウェブサイトの登録なんかは見直したりとかね。で、そういう弱いパスワードみたいなものは全て新しく更新したりとか、そういうところは、をちょっと今度やっていくっていうか、ほとんどその脆弱なものは排除できたんですけど、それでもね、やっぱりその二段階認証のシステムとか、結構ありますよね。いろいろそのデバイスを使ってね、承認するタイプだったりとか、あとはそのメールとか電話を使って、二次承認をするタイプだったりとか、本当にね、もう複雑すぎてっていうか、もうめんどくさすぎて。だからちょっと前っていうか90年代とか2000年代っていうのはただその自分で覚えてたパスワードをちゃちゃっと入力すれば、
それでまあ全てのそのインターネット上の活動ができていたわけですけど、最近はね、どんどん複雑になって不便になっているなと思いますね。そういう意味ではね。だからそれをまあいかにシンプルにして、でもやっぱりまあ基本的にそのシンプルにミニマルにっていうのはすごく役に立つと思いますね。そこアカウント整理なんかでもね。とにかく自分はそのやっぱりこうショッピングサイトかながむちゃくちゃ多かったんで、もうほとんど退会しました。だからそのアカウント消すだけじゃなくて、やっぱそのなんかお店とかにその自分のデータが残っているわけだから、結局そのアカウントを削除、もう退会するのが一番いいんですよね。だから、まあこれまで、やっぱりその若い時なんかは、結構そのブランドとか、ブランドの服とか着てたんですよ。結構まあハイブランドの服買ったりとか、してたんで、割とそういうこうハイブランドのなんか服のウェブサイト、うん、ウェブのお店みたいなもののアカウントを持ってたりとかね。でも結局ね、全然使っていなくて、なんかお店でこう、あなたはここに入会して9年目ですみたいな表示が出てきたりとか、しましたけど、でもなんか全然そのもう、最後にその訪れたのっていうか買ったのいつだみたいなさ、なんかそういう感じのところばっかりで、だからでもうまく、なんとか、まあ疲れましたけどね、まあ整理できてよかったなと、思います、今回は。で、ちょっとアップルっていうさっき話してたから、こうリンゴを置いてるわけじゃないんですけども、うん。これ僕この夏に出てくるニュージーランドとかのリンゴが好きで、なんて言うんだろう。こう南半球は多分冬だから、今その南半球でリンゴが旬なんですよね。だからこういうのがスーパーに並ぶじゃないですか。で、このニュージーランドのリンゴすごいなって、思うんですよね。なんて言うんだろう。もうなんか、旨味というか、こうギュッと詰まってる感じ。で、ちょっとこう小粒なんですけど。だから、結構食べやすいし。だから最近は、こういうね、ギュッと詰まったニュージーランドのアップルを食べてます。で、バナナも食べるんだけど、まあ、いつもほらバナナ釣ってるじゃないですか。でも夏場はさすがに、部屋が暑くなりすぎて、すぐに売れてしまうんで、最近は冷蔵庫の中に、バナナは収納しています。するとやっぱこう長持ちするね。長持ちするし、やっぱこう冷たい、こうフルーツを、こう暑い中で食すっていうのは結構いいですね。美味しいですね、よりね。まあ、突然ね、そういうこう、フルーツの話になりましたけど、まあ、アップルから。まあ、アップル、グーグルってところで、なかなか難しかったです。本当はね、もうちょっと減らしたい。今だから120アカウント持ってるんですけど、それでも多いと思うよね。だから、やっぱりさ、そのポイントカードと一緒で、ほらよくそのポイントカードは持たないって人いるじゃないですか。で、僕ももう1枚も持ってないですけど、ポイントカードを持たなくなって、もらわなくなって久しいですけど、それと一緒ですよね。だからお店のもうアカウントも作らない。ショッピングアカウントを作らない。なんかその、一箇所だけでこう買い物を固定できる人はいいなとは思うんですよね。まあ、アマゾンとか楽天とか、そうこうポータル的なところで、でもそういう人が多分多いのかもしれないですけど、でもやっぱりその、最近の傾向としては、こう、プロパーというか、こう個人のブランドとかが自前でウェブサイトを作り始めたじゃないですか。で、それも多分ここ10年ぐらいのトレンドだと思うんですよね。だからそれまでは結構そのポータルサイトでみんな、売ってたのに、やっぱりそのインハウスっていうか自分たちの自社でウェブサイトを立ち上げて、で、EC をそこでこう回していくみたいな
ところになったので、だからやっぱそれからですよね。だからみんなその、いろんなね、ブランドさん、スポーツだったり服だったりもそうですけど、あとコスメとかね、ああいうのも、やっぱり自前でサイトを作っていて、で、またその自前でサイト作ってるとこで売ってる商品の方が安いんですよ。安かったりとか、あとはその、もちろんその安全性とかね、正規品を手に入れるには、やっぱりオフィシャルのサイトの方がいいっていうところで、それで増えたりはするんですけど、そもそも最近は、僕はもう買い物してるウェブサイトっていうのが本当に限られてて、だから本当に結構振り返るいい機会になりましたね。なんか、ナイキとかさ、アシックスとかさ、ちょっと名前出しちゃうとあれだけど、そういういろんなメジャーなブランドのね、サイト、幼児山本さんとかね、なんかそういう、サイトがたくさん出てきて、でも今結局、今、オンラインで買い物するっての僕その山道具ぐらいしかないんですよ。ハイパーライトマウンテンギアとかね。ハイパーライトマウンテンギアとか、あと大和道さんとか、もうなんかその二つぐらいですよね。なんかその自分が持ってる服っていうか、アパレルのラインナップで、うん、アパレルのラインナップのお店ってなると、もう本当にもうそんな感じなんだ。あとヒアネスね。これいつも来てる。ヒアネスさんと、だからそういう意味では、やっぱりその自分がよく買うとこだけにするっていうか、絞るっていうか、そういう方がいいなと思いましたね。で、今回はその、これよくわかんないウェブサイトの名前とか、覚えてないものはもうとにかく全部外していきました。だから方法としては、まずは、その脆弱なパスワードから始めるってこと。Chrome でも Safari でもさ、そのブラウザによって、キーチェーンみたいなものが見れるじゃないですか。で、もうパスワードはそのメモとかに残さないっていうのがこれ基本ですから、自分で覚えないっていうのが、まずセキュリティの基本です。で、基本的にはその PC とかブラウザに自動保存させておく。で、自動保存で読み出して強力なパスワードを当てるっていうのが基本なんで、紙とかメモとかメモ帳とかに自分で書いてる人は論外ですよ。そこも気をつけた方がいいですよ。で、だから絶対そのセキュリティっていうか外から入れないような、で、ものすごいその、Chrome とか、Safari とかのキーチェーンっていうのは、かなりその、高度なセキュリティで作られてて、だからいくらその外部のアタックがあっても、平文っていうのかな、平文っていうか、普通のプレーンテキストで抽出できないような仕組みになってるんで、だから基本的にはその保存するっていうのが、まず第一なんですけど、やっぱり、その手順としては、その脆弱なものから攻めていくってことですね。それを今回やりましたね。280とか、300近くあったのかな。その中で、やっぱりこれが脆弱ですみたいなのが出てくるんで、結構あったよ。40ぐらい。もうなんか簡単にさ、やってるんでしょうね。時丸田中とかね、普通にね。さすがに名前はやんないけど。そういう簡単なものから、まず変更をかけていく。で、変更をかけるときに、勝手に生成してくれるじゃないですか。強いパスワード。で、それを当てるんですけど、その前段階として、そもそもそのサービスを使うのかっていうのも考える、その時点で。で、その時点でもうこのサイトに、自分のアカウントを残しておく必要がないなと思ったら、もうその場で、削除です。アカウント削除。退会。デリートする。デリート依頼を出すみたいな感じ。で、変えたいものだけ、今後も使うなってものだけパスワードを変更する。それが終わったら、次は、重複しているパスワード。いわゆる使い回しですね。多分これも結構多いんじゃないでしょうか。同じパスワードをずっと使ってる。同じパスワード、ネスカフェゴールドブレンドとかね。ネスカフェゴールドブレンドとか、こういうケイン濃すぎとか、ショー濃すぎとか、シェイン濃すぎとか、それは別だからいいんだけども、そのシェインさんとかは。でもそのネスカフェゴールドブレンド、カフェインハーフとか、例えば、違ってればいいんだけど微妙に。でも全く同じものをずっと使い回してるっていうのが出てくるんで、それも、そのシステムによっては脆弱であると判断されます。だからそれを次は攻めていくと。で、僕も結構あったよ。
もう同じ似たようなものをね、もうずっと使い回しているものが結構ありました。それもね、あったね、30とか40ぐらいあったんじゃないかな。で、それもこう、一つ一つウェブサイトを訪れながら、で、ログインしてみて、で、もうたまにそこで弾かれるんですよね。これもう入れないってその時点で言われたりもするんで。で、パスワードの再発行して、で、また消していく。で、不要なものはもうそこで全部やめていく。で、今後も使いたいものだけ、パスワードを強力なものに変えて、ちゃんとキーチェーンに保存する。まあ、そんな手順でやりましたね。はい。なので、まあ、なかなか骨の折れる作業だったんですけど、なんとかね、ちょっとね、今は、それが終わって、ようやく気分的にはちょっと楽になった感じです。ただこれから、ちょっとその2段階承認の仕組みとか、そういうのをもうちょっと考えて、自分のそのパスワードの今後のですね、今後それを増やさないと。で、いかにシンプルに運用していくかみたいな、ことをちょっと考えていきたいと思ってます。皆様も、十分セキュリティ関係ご注意ください。これからいただきます。また次回の動画でお会いしましょう。